はいどうも。では今回は大麻は悪なのかっていうテーマについてお話しします。結論としては、一概に悪と決めつけるのは筋違い。いい面も悪い面もあるっていうことになります。まずそもそも、大麻において代表的な役割としては2種類挙げられますかね。それすなわち医療用と娯楽用ということです。娯楽用っていうのは嗜好品と言ってもいいですね。で、医療用としては、うつ病の緩和や痛み止め、あとは、転換がんや多発性硬化症、緑内障。高齢者によくある病気で言うと、認知症、不眠症、胃腸病、これらの改善というような効果があるようですね。で、一方で、娯楽用。これの過剰摂取や依存性に対して、現代の日本人は特に懸念しているというか、嫌悪感のようなものを持ってるんですかね。でも、その過剰摂取や依存性をリスクと捉えたり、怖いと思うなら、お酒、言うならアルコールですね。他にもタバコはどうなのっていうふうに個人的には思う次第ですね。アルコール依存症やニコチン依存症は許容できるのに、嗜好品としての、大麻の依存症、これはダメって決めつけるのはどうなのっていうふうに思いません？つまり、デメリット。ここで言うなら依存症、依存性ですね。これがあるから合法するべきではないっていう理屈がそもそも暴論もいいところですよね。っていうわけです。メリット、デメリットの話で言うと、例えば、車や電車、飛行機などの移動手段だって、デメリットよりもメリットの方が大きいと、大多数の人が認識していて、なおかつ、法律上は問題ないから利用されてるわけですもんね。しかしながら現実としては、そういう移動手段が起因して年間数百、数千を超える人数が死んでいるわけです。軽い事故などを含めると数はもっと上ですね。これはルールや仕組みを何度も何度もアップデートした上でですからね。ということで、冷静に考えたらそういう交通、移動手段って非常に危険なんですよ。数百年前であれば今挙げたような移動手段って存在すらしなかったのに、現代我々の身の回りに溢れているのはデメリットよりもメリットの方が大きいからなわけです。あとは、例えば、先ほども例として挙げた酒、アルコールだって、過剰摂取したら記憶がなくなるとか、判断能力が鈍るとか、人柄がゴロッと変わるとか、翌日まで影響あったりとか、冷静に考えたらめちゃくちゃ危険じゃないですか。もう最悪死ぬことだってあると。で、タバコもタバコで、本人だけでなく、周囲の人間にも、副流煙、を吸わせるわけですし、これらは言うなら合法のハードドラッグなわけですね。にもかかわらず、なぜ違法じゃないのかっていうことになると、それらを好きな人が大勢いて、メリットに感じてるからなんですよね。付け加えるなら、アルコールやタバコの類も、覚醒剤とかと同等のレベルで法規制するっていうような扱いをしてもいいのに、実際はそういう依存性のある嗜好品のおかげで金儲けをしている権力者や集団がいるからっていうことにもなりますね。他にも今はほぼ誰しもが持っているスマートフォンですけど、これもデメリットってありますよね。例えば長時間凝視してると視力が落ちたり、場合によっては犯罪に使われたりと。要するに、我々の身の回りにあるあらゆるものは人間にとってデメリットもメリットもあって、その上でメリットの方が大きいから法整備などをしてうまく使いませんかっていうような流れになるわけじゃないですか。だから大麻を合法化するかどうかっていう議論をするときにデメリットがあるから一概に NG っていうのは暴論もいいところなんですよね。重要なのはデメリットもメリットもそれぞれを明確にしてそこで比較することじゃないですか。しかしながら少なくとも日本っていう国は大麻に関してはデメリットばっかり報道するっていうのが現実なんですよね。だから多くの人が医療用の大麻にもメリットはあるんじゃないのかっていう発想にすらなかなかならないんですね。実際のところ国やメディアが報道する情報ってがっつり嘘も混じってるんですよね。例えば福島原発って、危険だけど、とりあえず安全って言っておきましょうとか、公文書偽造みたいな、そういうことってゴロゴロあるじゃないですか。だから国やメディアに踊らされず
自分自身の目で見たり、自分で考えて、メリットとデメリットを判断して、その上で、物事を決めていくのも大事なのではっていうふうに思いますね。ということを踏まえて、大麻の現状についてなんですけれども、現在の2023年においては、医療用、嗜好用、ともに日本では、所持、輸出入、栽培、譲渡などを行うと、大麻取締法違反っていうことで、罪に該当し、逮捕されるわけなんですけれども、世界各国に、目を向けてみますと、医療用大麻が合法化されている国の具体例としては、カナダ、イギリス、ドイツ、イタリア、フィンランド、ギリシャ、オランダ、イスラエル、レバノン、ガーナ、ジャマイカ、南アフリカ、ウルグアイ、アルゼンチン、ブラジル、ザンビア、メキシコ、韓国、タイ、ニュージーランド、オーストラリアなど、40カ国以上となります。アメリカでは37の州で合法化されているわけですね。具体的にはアラスカ、カリフォルニア、オレゴン、ワシントン、ネバダ、アリゾナ、モンタナ、コロラド、イリノイ、ミシガン、ニューメキシコ、バージニア、ニューヨーク、マサチューセッツ、ニュージャージー、ワシントン DC、ハワイ、ユタなどですね。一方で、嗜好用の大麻が合法化されている国の例としては、カナダやウルグアイが挙げられますね。なお、ドイツとルクセンブルクは2024年に合法化の予定のようですね。アメリカでは嗜好用の大麻は21の州で合法化されているようです。こちらも具体例としては、アラスカ、カリフォルニア、オレゴン、ワシントン、ネバダ、アリゾナ、モンタナ、コロラド、イリノイ、ミシガン、ニューメキシコ、バージニア、ニューヨーク、マサチューセッツ、ニュージャージー、ワシントン DC などですね。さらに、経済の面からも言及すると、大麻の合法化によって大きなビジネスチャンスが生まれるっていうことも言えますね。まず、合法化されると、生産、加工、流通、販売、これらが政府の管理下で合法的に行われ、物が作られるっていうことで、政府にとっても税収、導入されるなら大麻税とでも呼ばれるんですかね。こういうことも見込めるため、一つのビジネスチャンスになり得るっていうことですね。つまり、大麻の中でも少なくとも医療用のものであれば、人間にとっては健康面、経済面のメリットがあるっていうわけです。はい。ということで、今回の締めくくりになるんですけど、時代時代で、法律や人々の常識は移り変わるため、それらに対して、臨機応変に、対応していくことが大事っていうことになりますね。大麻においても一概に悪と決めつけるのはナンセンスで、いい面も悪い面もあるっていうことになります。あと、大麻関連なんですけど、ネットフリックスなんかで見れます、ブレイキングバッドっていう海外ドラマがスリリングで面白いんで、これ個人的おすすめとなります。はい。ということで、大麻は悪なのかっていうテーマについて、以上になります。ご清聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。